皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日は YouTube でリクエストをいただいたテーマ、会社へ入る時の自己紹介です。入社して初めてする自己紹介はとても緊張しますよね。特に留学生や日本語学習者の皆さんの場合、どんなことに注意したらいいか、どんなことを話したらいいか心配かもしれません。そこでこの動画では、まず入社したばかりの時に注意すべき自己紹介のポイントをお伝えします。それから自己紹介の具体的な流れやすぐに使える例文を一緒に考えたいと思います。ぜひ最後まで見てくださいね。まずは張さんの自己紹介を見てみましょう。これは悪い例です。どこが良くないでしょうか？皆さんも考えながら見てくださいね。おはようございます。私は張と申します。中国の山東省から参りました。あまり日本語が上手じゃないので、今は勉強中です。どうぞよろしくお願いします。はい、いかがでしたか？こちらが張さんの自己紹介です。どこが良くなかったでしょうか？自己紹介で注意すべき4つのポイントがあります。1つ目は態度です。緊張するとポケットに手を入れてしまう癖や、他の人の目を見て話せないという人がいます。でもそれはマナー違反です。まっすぐに立って、しっかり皆さんを見ながら話しましょう。2つ目は名前の言い方です。外国人の名前は日本人にとって聞き取りにくいです。名前をカタカナっぽく、はっきりしっかり発音してみましょう。例えば、アダムじゃなくてアダム、チュオンじゃなくてチュオンです。3つ目はネガティブなことです。日本語が上手じゃないのは会社で働くとき一番心配かもしれません。でも自己紹介でこのようなネガティブなことを言う必要はありません。ポジティブなことを言うようにしましょう。4つ目は、です。意外と日常生活から癖になっている人も多いんですが、自己紹介のようなきちんとした場面で使うのはよくありません。自己紹介はその場で考えながら話すのではなく、事前に準備して練習しておきましょう。ここまで自己紹介で注意すべき4つのポイントをお伝えしましたね。では、具体的にどうやって話したらいいのでしょうか？自己紹介の流れは、名前、自分のこと、目標、挨拶の4ステップです。詳しく見ていきましょう。まず、名前を言います。当たり前ですよね。でも、ここで注意すべきことは、入社の時はただ名前だけ言うんじゃなくて、配属先と名前を言います。例えば、〇〇事業部に配属となります、〇〇と申します。4月1日より〇〇部に配属となりました、〇〇です。もし配属先が決まっていない場合は、こんな風に言えます。本日からお世話になります、〇〇と申します。この度入社しました、〇〇と申します。ステップ2では自分のことを話します。この目的は会社の人に自分のことを知ってもらって親しくなることです。ただ、何をどのくらい話すかはそれぞれの会社の雰囲気や業種によって違います。具体的にはこのようなことが話せるでしょう。A、出身地。B、大学や前職。C、
趣味や特技。D、入社のきっかけ。では、一つ一つ見てみましょう。A の出身地であれば、自分のふるさとやその有名なものを話すことができます。例えば、私の生まれはベトナムのハイズオン省です。ハイズオンの特産物はライチで、私の家にもライチの木が何本もありました。ライチが好きな方はぜひ教えてください。B の大学や前職は大学の専攻や頑張ったこと、また転職なら前の会社の話ができるでしょう。例えば、私は栃木大学の経営学部を卒業しました。大学ではマーケティングの研究を行い、企業の経営者の方とお話しする機会が多くありました。その経験を活かして会社の成長に貢献していけたらと思います。C の趣味や特技は何か会社と関係させて話したらいいかもしれません。例えば、趣味は写真撮影です。週末はよく電車やバスに乗って遠くまで写真を撮りに行きます。この会社の近くで美しい風景や有名な場所があったらぜひ教えていただけたら嬉しいです。D の入社のきっかけはなぜ日本に来たかとか、なぜこの会社を選んだのか話すことができます。例えば、中学生の頃に見た日本のドラマがきっかけで日本語の勉強を始めました。それからは日本に住んで日本で働くのが私の夢でした。〇〇会社に入社を決めたのは社会のために働けて毎日新しいことにチャレンジできると思ったからです。この A から D までを組み合わせて話すならもっとあなたのことがよくわかるいい自己紹介になるでしょう。自分のことが話せたらステップ3の目標です。この会社に入ってどんな人になりたいのか、どんなことを頑張りたいのかを話します。具体的な目標があれば、例えば3年目までにリーダーポジションを目指したいです。など入れてもいいでしょう。でも新入社員の場合、それが難しいこともあるので、例えば一つ一つの仕事を真剣に取り組みたいと思います。会社の発展に貢献できるように頑張ります。このように会社の将来や仕事の仕方をどうやって頑張るか話してもいいですね。最後にステップ4で挨拶します。ここではよろしくお願いいたしますの前に一言つけましょう。よく使われるのはご指導、ご鞭達のほどよろしくお願いいたしますという挨拶です。自分はまだまだなのでこれからいろいろ教えてくださいという意味です。でもこれが言いにくい、難しいという人は例えば精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。ご指導のほどよろしくお願いいたします。これだけでも十分です。ここまで4つのステップについて考えてきました。では、先ほど自己紹介で失敗してしまった張さんが上手にできるかどうか見てみましょう。おはようございます。私は張毅と申します。生まれは中国の山東省で18歳の時に来日し、栃木大学の情報学部を卒業しました。日本語で学んだきっかけは、中国で村上春樹の本を読んだことでした。日本語で初めて読めた時はとても感動しました。村上春樹が好きな方がいたら、ぜひお話できれば嬉しいと思います。
それから日本の文化に興味を持ち、日本で働きたいと思うようになりました。この会社に入社を決めたのは、日本と中国の架け橋になる会社だと思ったからです。早く仕事を覚えて会社の発展に貢献できるように頑張ります。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。はい、いかがでしたか？張さんの自己紹介もとっても良くなりましたね。ここまで入社の自己紹介で注意すべき4つのポイントと自己紹介の4ステップを一緒に考えましたね。ぜひ入社する前に日本語で自己紹介を準備して気持ちよく仕事を始められるようにしましょう。でも自分の自己紹介大丈夫かな？日本語が間違ってないかな？メッシュクラスではそんなお悩みに答えるコースがあります。私や日本人の先生が25分または55分で皆さんの日本語の文法や発音をチェックしてくれます。ホームページからコースもぜひチェックしてくださいね。そしてこの動画がいいと思ったらいいねよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。